皆様こんにちは、セリナです。今回は11月11日発売のトム・フォードビューティーホリデーコレクション2022ソレイユネージュコレクションよりソレイユアイカラークオードの 01N アプレスキー002シャレーラスト、そしてリップブラシの 01N ネージュをご紹介していきます。今回白銀の世界観を表現しているとのことで、見た目もものすごく可愛いですよね。アイシャドウは1色ずつの単色塗りとそれぞれのパレット全色を使ったルックもご紹介していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にもクリスマスコフレのご紹介やサブチャンネルではリクエストいただいた内容や比較動画などアップしていきますので、気になっている方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。トム・フォードビューティーホリデーコレクション2022ソレイユネージュコレクション。白銀の世界を照らす太陽のきらめきを満喫できるルックに挑戦。雪を照らし輝かせる冬の太陽を感じさせる香り、ソレイユネージュオードパルフォームスプレーがインスピレーション源。ソレイユアイカラークオードは冬の空気にキスされたかのような冷たい肌の輝きにインスパイアされた血色感のあるローズゴールドカラーのアイシャドウパレット。雪に反射する太陽の光が透き通るような輝きで肌を照らすアルプスのリゾートをイメージし、シマーからマットまで様々なツヤ肌メイクを叶えます。銀箔入りのリップバームは唇の pH 値により色が変化し、自分だけのピンクカラーを堪能。白銀の世界観を表現しているラグジュアリーなシルバーの限定パッケージ。今回ご紹介していくのはソレイユアイカラークオードの 01N アプレスキー002シャレーラスト、そしてリップブラシュ 01N のネージュです。それでは 01N のアプレスキーから1色ずつ単色塗りでカラーを見ていきたいと思います。まずは左上です。トム・フォードらしいパールの艶めきを感じるタイプですが、すごく微細なので程よい塗れツヤ感という感じで使いやすそうですね。少し深みのあるベージュ系のカラーがついています。はい、1色目はこんな感じです。かなり肌なじみがいいベージュ系ですが、少しくすみ感があるので、かすかに目元に陰影をつけてくれています。微細パールの艶めきなので、そこまでツヤツヤキラキラしすぎていなくて、日常使いもしやすそうです。続いて右上のカラーは、こちらは温かみのあるカラーで可愛いですよね。まぶたの上にのせてみると結構オレンジっぽいニュアンスが強く出ます。こちらもパールのツヤ感が綺麗です。はい、2色目はこんな感じです。オレンジベージュのような温かみのあるカラーですね。今季はこういったオレンジニュアンスのカラーもすごくトレンドでしたよね。明るすぎないのとベージュのニュアンスが加わっているので、上品な温かみカラーという感じが可愛いです。よく見るとシルバーの微細ラメが輝いています。続いて左下のカラーは、こちらは先ほどの2番目のカラーよりもさらに明るめのピンクオレンジのようなカラーですね。こちらも絶妙なカラーです。すごく可愛いです。はい、3色目はこんな感じです。ふんわりとした質感がこの柔らかいカラーとぴったりですよね。程よいパールの艶めきとラメがところどころキラッと輝きます。上の2色よりは発色はいいですが、指で塗っても全然綺麗に馴染んでくれました。最後、右下のカラーです。4色目は、こ
パレットで見るよりも意外とベーシックなブラウンという感じですね。粉質がとても軽いです。はい、4色目はこんな感じです。3色目と同様、こちらもしっかりと発色するタイプです。カラーはベーシックなブラウンかなと思いましたが、何度か重ねていくと少しローズっぽいニュアンスも含んだような柔らかいブラウンカラーでした。しっかりとカラーもついて、さらに上からパールの艶めきと微細なラメのきらめきも楽しめます。締め色がこういったツヤタイプだと濃くなりすぎなくて使いやすいですよね。ではここからは 01N のアプレスキー全色を使ったメイクをご紹介していきたいと思います。まず左上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。トムフォードのアイシャドウはこのパールの濡れツヤ感があるので、ベースにこういったカラーをのせておくと綺麗なツヤっぽい目元に作ることができます。本当に肌なじみのいいカラーなのでベースにも使いやすいですね。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目の際に濃く目を開けた時にカラーが見える位置まで発色させていきます。今回のパレットの中で締め色の効果があるカラーだと思いますが、あえて全体に発色させておきます。ナチュラルに仕上げたい時はこの2色だけでもベーシックだけど上品さもあって素敵ですよね。続いて左下のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って上まぶたの目尻3分の1に発色させていきます。あえてこの締め色としてオレンジカラーを使うことでこのカラーをメインに見せていきたいなと思います。全体を深みのあるカラーで締めているので、この柔らかい明るさが際立って、もうこのカラーも発色がしっかりしているので、ベースに塗っている締め色に負けずにちゃんと発色してくれますよね。最後に右上のカラーをブラシに取って下まぶた全体に入れていきます。柔らかいカラーなので下まぶたにも可愛いですよね。はい、こんな感じで 01N アプレスキー全色を使ったメイクが完成しました。パレットで見るよりも実際にまぶたの上に発色させた方がトレンドの温かみのあるオレンジ系ニュアンスのカラーだったので、下まぶたにしっかりと発色させて柔らかさを出しつつ、上まぶたはベージュブラウンのベーシックなカラーでベースを作った上に目尻にポイントでオレンジを発色させてみました。トレンド感の中にもさすがトム・フォードという感じの上品さがあってすごく可愛いですね。全色重ねてみても発色がしっかりめのカラーが多かったからか、いつもよりもパールの濡れツヤ感は控えめかなと思います。こちらも組み合わせ次第では日常使いもしやすいパレットでした。続いては002番のシャレーラスト単色塗りでカラーを見ていきます。まずは左上のカラーです。シャレーラストは手元で見た時に先ほどご紹介したアプレスキーよりもさらにツヤ感とラメ感が強い印象でした。まぶたにのせても1色目は本当にナチュラルな感じですが、やはりこのパールのツヤめきが強いですよね。すごく綺麗なホワイトパールです。はい、1色目はこんな感じです。本当に自然なホワイトカラーですが、白っぽくなって肌から浮く感じはしないので、ベースとしても使えそうだなと思いました。こちらのカラーはラメは微細で、パールの濡れツヤ感が綺麗です。続いて右上のカラーです。こちらは本当にホリデーらしい華やかな黄身を感じるシャンパンゴールドカラーですね。意外とまぶたの上にのせるとそこまでラメが強すぎる感じではないです。はい、2色目はこんな感じです。手元で見た時は結構ラメのきらめきが強いなと思いましたが、
ちゃんとまぶたの上にのせてもラメはきらめきますが、すごく肌なじみのいいラメで上品ですよね。カラーも何度か重ねても意外と発色は薄めで、明るめのイエローベージュのようなカラーで、意外と普段使いもしやすいかなと思いました。続いて左下のカラーです。こちらも手元で見るとかなり強いラメのきらめきを感じましたが、ラメの量は多いですが、やはり粒の大きさが微細ですね。カラーもホワイトに近い薄いラベンダーニュアンスという感じです。はい、3色目はこんな感じです。一見1色目のホワイトと似ているかなと思いますが、こちらのカラーの方がラベンダーニュアンスをほんのり感じるようなホワイトに近いカラーで、ラメのきらめきも先ほどの2色よりもかなり強めですよね。でもやはりラメがギラギラツヤツヤすぎるという感じではないです。最後、右下のカラーです。4色目はパレットで見るよりもカラーは薄くナチュラルに発色します。ほんのり深みのあるゴールド系のニュアンスが効いたパールラメカラーという感じですね。このカラーもラメがたくさん入っていますが、4色の中で一番パールの艶めきも強い感じがします。このカラー可愛いですね。はい、最後4色目はこんな感じでした。パレットで見るとこのカラーなので、シメ色なのかなと思いましたが、まぶたの上に発色させても少しブラウンっぽいニュアンスを感じる程度で、こちらもツヤやラメがメインのカラーでした。シャレラストは全体的にツヤやラメを足したいという時に、お手持ちのアイテムにプラスするのもいいんじゃないかなというパレットですね。ではここからは002のシャレイラスト全色を使ったメイクをご紹介していきます。実際にまぶたの上にのせてみると、手元のストッチで見た時よりもさらに発色がナチュラルだなと感じたので、今回は付属のチップを使ってメイクを仕上げてみたいと思います。まず左下を付属のチップの太い面に取って、上まぶた全体にのせていきます。チップで塗っても発色はやはりナチュラルですね。そこまでカラーがはっきりつくという感じではないので、ツヤ感やラメ感を足したい時に使うといいかもしれません。でもこんな感じで指で塗るよりはチップ塗りの方がまだ発色はしっかりして見えるかなと思います。続いて右下をチップに取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置全体にのせていきます。このカラーはチップで塗ると意外と深みが出てくれますね。本当にカラーがしっかり塗るというよりはニュアンス程度の発色なので、ラメとツヤ同士の微妙なカラーニュアンスの違いという感じですね。続いて左上のカラーをしっかり取って、上まぶたの目頭、くの字にホワイトをのせていきます。このホワイトは意外とベースのカラーがしっかりつくので、一番ベースのカラーが分かりやすいかなとは思います。しっかり明るさが出ますね。最後に右上を付属のチップの細い面に取って、下まぶた全体にのせていきます。ゴールドも細チップでのせると意外と黄身が分かりますね。はい、002番のシャレイラスト全色を使ったメイクが完成しました。チップでしっかりと発色させてみましたが、それでもカラーはかなりナチュラルなので、ナチュラルなメイクに仕上げたいという方や、ラメやツヤだけを楽しみたいという方には可愛いかなと思いますが、少し物足りないなと感じる方は、お手持ちのアイシャドウのアクセントとして使うのがおすすめだと思いました。ただ、トム・フォードらしいパールのツヤ感と上品な微細ラメがすごく綺麗ですね。いろいろなカラーニュアンスを楽しめるラメツヤパレットということで、
一つあるといろいろなアイシャドウとの組み合わせも楽しめそうだなと思いました。さらに上からアプレスキーも重ねてみました。こんな感じでカラーの発色がしっかりしているタイプの上に重ねると、ツヤ感とラメ感とカラーニュアンスが加わって素敵ですね。最後、リップブラシご紹介していきます。アイシャドウの単色塗りのご紹介の時から塗っているので、塗りたてよりもツヤは落ち着いていますが、本当にリップクリームのような使い心地で、かなり唇を滑らかに整えてくれました。0チでカラーがつくというタイプなので、私は結構しっかり青みっぽいピンクに発色したのですが、時間が経つと少しカラーは薄れていくような印象です。またこういったタイプは上から重ねていっても重たくならずにカラーだけが増してくれるので、リップクリーム代わりとしてこまめに塗り直したりとか、これからの季節、マットリップを塗っていて唇の乾燥が気になったという時に上から重ねてあげると保湿とカラーもついてくれるので、ポーチの中に一つあるとすごくいいアイテムだなと思います。見た目もものすごく可愛いので、持っているだけでテンションが上がりますよね。はい、ではこんな感じで11月11日発売、トム・フォードのホリデー第1弾ソレイユネージュコレクションより限定のアイカラーコード2色と限定のリップご紹介していきました。発売前からすごく楽しみにしていたコフレで、まずパッケージがものすごく可愛いのと、特に 01N のアプレスキーは実際にまぶたの上に使ってみると、今季のトレンドのオレンジニュアンスの温かみのあるカラーで、ふわっとした柔らかいイメージも楽しめつつ、トム・フォードらしい上品さもある仕上がりがすごく可愛かったなと思いました。かなり人気のアイテムですが、今回在庫が少し多めとのことでしたので、気になっている方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。